こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、低収入でも自動で使わない人になる方法というテーマでお話ししようと思います。皆さんは毎月今月こそは節約頑張るぞと気合を入れても気づけば三日坊主になっていたり、買い物を我慢することに疲れてしまったりしていませんか？実は僕が手取り15万円という低収入の時代から、それを発信活動などでその状態を脱した今も、リアルタイムの現在進行形でずっと続けているとても大切な考え方があるんです。それが自分の意志の力に頼るのをやめて、自動でお金を使わない人になるための仕組み化をしてしまうということなんですよね。この仕組み化の最大のコツは、日々の生活の中でこれどうしようかなと悩む意思決定の回数をなるだけ少なくするように全体の支出削減を組み立てることです。人間、毎日あれを我慢しよう、これを節約しようと頭で考える意思決定が多いと、それだけでシンプルに脳が疲れてしまいます。さらに、疲れている時に、あの節約の工夫をやり忘れちゃったということが一度でもあると、一気にモチベーションがガクッと落ちてしまうんですよね。なので、生活の見直しをじっくりと計画する際には、必ず自分がその存在をすっかり忘れていても、勝手に毎月節約できているという自動の工夫にすることです。僕は、このラジオでも、自身の数々の著書の中でも、僕は普段こういう節約をリアルにやってるよって何度も何度も紹介をしていますが、今回はそれらをただの知識で終わらせず、あなたの毎日の習慣や仕組みの中にカチッと落とし込む具体的な方法について丁寧にお伝えしていければと思います。今回はあなたが使える時間の長さに合わせて3つのステップでわかりやすくお話ししていきますね。まず最初のステップは10分で今すぐできることについてです。皆さんがいつも使っているクレジットカードやスマホのキャッシュレス決済の利用明細をスマホの画面で今すぐパッと見直してみてください。そして、まずは毎月決まって引き落とされているサブスクで一体何にいくら払っているのかを上から順番にチェックしていくんです。これ最近全く使っていないなという動画配信やニュースのアプリとか、もう何ヶ月もほぼ行っていないなというジムの会費とかがあれば、その場で迷わずすぐに解約手続きを行います。これらはたった10分でサクッとできることなのに、手続きをした瞬間から来月以降に自動的に手元に残るお金が確実に増えるんですよね。自分の意思で毎月我慢するのではなく、引き落としの仕組みそのものを消去してしまうのが一番確実で手っ取り早い節約です。続いて2つ目のステップは、1日あればできることについてです。僕が心からお勧めしているのは、家で毎日飲む水をスーパーやコンビニで毎回思い思いをして買うのをやめるということです。かといって、毎月高いレンタル料がかかるウォーターサーバーなどをわざわざ契約するのもお勧めできません。解約金が高いですからね。僕の場合の工夫は、ブリタというポット型の浄水器にスパッと変えてしまうことです。このポットは水道水を上からジャーッと注ぐだけで、内蔵されている高性能のフィルターが勝手にろ過をしてくれて、普通に冷たくて美味しいお水に変えてくれます。最初に本体を買う導入コストはだいたい3000円くらいですかね。カインズホームなどの身近なホームセンターでも売っていますし、イオンの水筒とかが置いてあるような生活用品のコーナーでも普通に売っています。そしてその後の維持コストは月に1回中に入っているフィルターのカートリッジを交換するだけなのですが、これも1個1000円くらいなんです。これを家に1台導入すると、お水をわざわざ買い出しに行く手間も時間も完全に必要なくなりますし、毎回ペットボトルを買うお金も大幅に節約になります。外にお出かけするときは、そのブリタできれいにした美味しいお水をお気に入りのマイボトルにトトトッと入れて持っていけばいいだけです。これも一度ポットを買ってしまえば、
あとは自動的にお水代が浮き続ける素晴らしい仕組みですよね。最後、3つ目のステップは1週間かけてじっくり丁寧にしていくことについてです。1週間という時間を少し使って、あなたに一番合った日々の支払い方法のルール決めをしっかりとしていきます。これは人によって使っているメインバンクも全く違いますし、普段よく使う支払い方法も全然違うので、一概にこれが正解ということはできませんが、大切なのは自分が今いくら使っているかをちゃんと完璧に管理できるようにすることです。あっちのクレジットカードも使って、こっちの電子マネーも使って、とバラバラに使っていると、月末に気づいたら銀行口座からお金がなくなってるということになりかねません。そういう事態は、僕たちのイージーモードな人生設計においては絶対に避けなければなりません。ちなみに僕自身のリアルなマイルールをお話しすると、僕は現在クレジットカードは1枚も使っていません。これには過去にクレジットカードを使いすぎてお金の管理に大失敗してしまったという苦い原因があるのですが、やっぱりカードって現金を払っている感覚が薄いので支払いの感覚が狂いやすいんですよね。だからこそ僕のメインの支払い方法は、あらかじめお金をチャージして使うプリペイド式のビザカード、PayPay、楽天ペイ、そしてイオンペイの4つに絞っています。すべて自分の口座からその都度、あるいは事前にチャージして使うので、使いすぎる心配がありません。その中でも、ポイントの還元率的には楽天ペイが一番高くなるので、街で使えるお店では基本的には楽天ペイ支払いにしています。もし楽天ペイが使えないお店だった場合は、使える確率の高いペイペイ支払いに切り替えます。それに加えて、僕がイオンペイというちょっとマイナーな決済手段を持っているのは、僕の住んでいる家の近所にイオンがあって、毎日の食料品の買い物はほとんどそこで行うからなんですよね。イオンの食品レジって、実は PayPay も楽天ペイも使えないので、そこはイオン独自のイオンペイでスマートに支払います。あと、Amazon などのネットショッピングでの買い物は、最近は PayPay での支払いにも対応しているので、すべて PayPay 支払いにまとめています。そして一番最初に言った毎月のサブスクの支払いには、プリペイド式のビザカードを登録して、そこから自動で引き落とされるようにしています。こんな感じで、このお店ではこれを使う、この支払いにはこれを使うというマイルールを自分の頭の中でしっかりと決めておくことです。こういうお話をすると、キャッシュレス決済ってなんかよくわからないし、めんどくさいなと言って、いつまでも現金だけで支払いを続けている人がいますが、それは厳しいことを言うと、お金を自らドブに捨てているのと同じことになってしまいます。今の時代、キャッシュレスで貯まるポイントというのは、ただのおまけではなく、立派なお金そのものですからね。僕のようにクレジットカードは使いすぎちゃいそうで苦手だなという人であっても、プリペイドや電子マネーを上手に組み合わせる工夫次第で、問題なく 100% キャッシュレスで快適に生活をすることは可能です。おすすめの始め方としては、まずは自分の生活圏に合わせて私はこの決済方法をメインにしようというルールを仮で決めてみて、まずは1週間そのルールだけで実際に生活をしてみることです。それで何の問題もなくスムーズに生活できれば、そのルールはあなたにとっての大正解です。もしやってみて、このお店ではこれが使えなくてちょっと不便だなと思うようなことが一度でもあれば、その不便な部分だけを少しずつ改善して、ルールをアップデートしていけばいいんです。こうやって日々の支払い方法を完全にルール化して、ポイントも日々の買い物の中で勝手に自動で貯まるように仕組み化しておけば、その効果は本当に絶大です。例えば、年間で生活費を200万円使う人であれば、平均して 1% のポイント還元になるだけで、年間で2万円分のお金が勝手に手元に戻ってくる計算になりますからね。2万円あれば、美味しいものを食べたり、欲しかった本をたくさん買うことができます。というわけで、今回は自動で使わない人になる方法についてお話ししました。さて、本編はここまでなんですが、今日の本編とは関係ないけど、僕にとっては大事な話のコーナーです。最近ね、僕が YouTube でこのラジオを楽しそうにやってるのをね、僕と一緒に住んでいるパートナーが見ていて、私もやろうかなって言ってくれてね、いろいろとアドバイスを伝えつつ、彼女もやり始めているんです。これまでは僕がいろんな媒体で発信をしているのは、
彼女はもちろん知っていますが、あんまり興味は持ってなかったみたいで、でも YouTube って普段から見てるものなので、そこでラジオ形式でも発信できることに興味を持ってくれて、今はまだやり始めですが、いつかコラボとかそんなことができれば面白そうだなって僕一人で思ったりしています。もしそういう機会があれば、ぜひ皆さん温かく見守ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。また、スレッズやノートなど各種 SNS も更新しているので、概要欄も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバイ。